どうも、はいたかです。珍しく日曜日以外にね、ちょっと緊急で動画撮影してるんですけど、最近戦闘をデザインするためのパーツがね、しっかり揃ってきまして、敵、プレイヤー、それから戦闘システムですね。材料が揃ったところで、結構がっつりとね、整えるっていう作業をちょっとやってみたんですけど、思いのほかね、戦闘が結構良くなったなという風に感じたので、ちょっとね、昨日ツイッターの方にも動画上げたんですけど、かなり反響が良かったのでね、ちょっと YouTube の方にも上げてみようかなと思います。また日曜日にね、いつも通り進捗共有の動画はアップロードするので、ちょっと番外編的な感じでね、短めの動画にはなるんですけど、ぜひ最後まで見ていってください。というわけでこんな感じになってますと。一応大きく変わったところとしては、まずカメラの位置と、それから敵の強攻撃に結構わかりやすいエフェクトがつきましたね。赤色の光ってたやつ。そして敵のモーションスピードもね、だいぶゆったりとした感じになりました。特にその赤いエフェクトがついてるね、強攻撃なんかは、見てから特定の対応が必要になってくるので、それが間に合うくらいのね、タイミングにはできてるのかなと思います。で、あと細かいところなんですけど、スーパーアーマーですね。攻撃を食らっても、それも耐えたままね、動くことができるっていう機能をちょっと追加しました。主にね、これ敵の方に使ってます。赤色のエフェクトが出る強攻撃。モーションスピードがね、かなり鈍化したので、このスーパーアーマーがないとね、あんまり強攻撃が強攻撃として機能しないというかね、めちゃくちゃただ隙を晒すだけの技になってしまうので、そこを成り立たせるためにスーパーアーマーを作りましたと。基本的にアーマー中もね、ひるみモーションが省略されるっていうだけで、ダメージは通ってるので、ギリギリまで殴ってから何かしらの対応する。みたいな攻めたプレイングも一応可能にはなってますと。ちょっと今回の動画ではね、敵の体力が無限っていうね、テストプレイ仕様なので、ちょっとその辺はわかんなかったかもしれないです。じゃあちょっと最後にね、Twitter の方で面白いコメントが一件あったので、それちょっと紹介したいと思います。直感的にわかりやすくなってる、プレイできるような気がしてきた。体験版敗北者。これ、先行が横か縦に伸びてるの方向属性とかに関係ありそう。ということで、この人めちゃくちゃ目の付けどころがいいですね。まさにその通りで、今実はちょっとね、方向 UI を試験的に消してる状態なんですよ。先週の動画でね、ゲーム中盤でとあるパークが獲得できて、それを装備することによって、方向 UI が消える代わりに何かしらのメリットを受けれるという。そういうような UI との付き合い方をちょっと考えてるみたいなことをね、話したと思うんですけど、そのパークをね、装備したらこんな状態になりますよっていうのが、今回の動画で戦ってる状態。つまり方向 UI が消えてるっていう状態になりますと。ただこの状態でもね、やりようによっては敵の強攻撃の方向をある程度プレイヤーに伝えることができるんじゃないかということで、ちょっとね、試してみました。それがエフェクトである程度示唆するっていうものですね。で、この人が言ってる通りね、縦方向の攻撃には、垂直方向のね、光が伸びるエフェクトが出て、左右方向、攻撃に対しては、水平方向に光が伸びるエフェクトが出ますよと。で、方向 UI、方向属性の仕組みとしては、誤差45度まで OK にしていて、つまりプラスマイナス45度で90度。それを360度の方向の中から選ぶっていうことで、360分の90イコール4分の1っていうことでね。実質4択ゲームなんですよ、これ。方向を見るっていう遊びに関しては実質4択のゲームになっていますと。そこをさらにね、この赤色の強攻撃エフェクトで垂直なのか水平なのかっていう軸をね、提示してあげることで、もう2分の1までね、減らせるんですよね。垂直だったら上か下か。水平だったら左か右か。しかもこの2択っていうのが、もうそれぞれ180度逆の方向での2択なんで、相当わかりやすいんじゃないかなと、個人的に思ってて。そこに関してはね、もちろん皆さんの意見聞いてみてっていう感じですよね。開発者の肌感でやっちゃうとね、またとんでもないことになっちゃうんで、それだけはね、絶対避けたいなとは思ってるんですが、
何が言いたいかっていうと、もう方向 UI デフォルトで消してしまうっていう選択肢もあるんじゃないかっていうことです。もちろんね、もう方向 UI の実装自体はもう完全に終わってるので、設定さえすればね、すぐに表示はできます。し、表示するゲームにしたとしてもね、中盤とか終盤あたりで、プレイヤーがさっき言ってたパークを入手して、で、上手いプレイヤーだけね、任意で装備することによって、僕が理想としてるね、より UI レスな画面っていうのは、そこにたどり着ける人はもちろんいるでしょうし、そういう形でもね、いいかなとは思うんですけど、もしね、なくても問題ないよっていう風なレベルの難易度なんであれば、やっぱりね、最初からね、綺麗さっぱり方向 UI 全くありませんの方が、気持ちの良いというか、より僕の目指してるゲームに近いのかなとは思うので、その辺の意見をちょっと聞いてみたいって感じですよね。実際に触ってみないとね、これ難しいと思うんですけど、動画見た感想っていうレベルでいいので、何か意見いただけるとありがたいです。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。コメントお待ちしております。お疲れ様でした。